こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。DLC ドラゴンボーンでは様々な新要素が追加されましたが、その中でもひときわ異彩を放っているのがスパイダーの作成です。爆発する雲を地面に設置して地雷のように使ったり、敵を操って一時的に味方にしたりなどユニークなものが多いです。特に強力なのが各種クロークスパイダーで、マント魔法をまとった雲を6体同時に出せるので、複数でまとわりつけば強敵でもみるみる体力が溶けていきます。攻撃面は優秀なのですが、体力が低く簡単に死んでしまうので基本的には使い捨てとなります。しかし使い捨てるには材料が貴重で、気軽に呼び出せないという問題を抱えています。そこで今回はこの問題を改良して快適にクロークスパイダーを運用するビルド、不快の雲使いの作り方を紹介します。まずは種族ですが、インペリアルの女性にします。今回のビルドでは吸血鬼としてプレイするので、皇帝の声が使えるインペリアルがイメージに合うからです。名前は、実在する雲から取ってブラックウィドウにします。それではヘルゲンを脱出します。敵は全て無視して駆け抜けますが、回復薬はなるべく回収していきます。ヘルゲンを脱出したら、道中で魔術師の石碑をセットしてから、リバーウッドを通り抜けて、ホワイトランへ向かいます。そこから馬車でウィンドヘルムまで移動して、さらに南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたら攻守の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのまま攻守の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。例えばこの状態で素人のフードをかぶると、マジカの上昇量が血虫の兜によって強化されます。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識なのでどんなプレイでも必ずやっておくべきですね。まあ今回は吸血鬼直さんからあんまりやる意味ないんやけど、クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいのでリフテンまで移動して、商人にこれまでの戦利品を売却します。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けられます。そうしたら宮廷魔術師のウィランドリアから、豆苗と聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、回復呪文の消費を 25% 軽減できます。それではウィンターホールドまで移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋に泊まって休息ボーナスを得てから、トレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを受けます。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバグが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバグが発生します。これはマジカの最大値が上昇する効果に見えますが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ミッテンに入って、ドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、一度ミッテンから出て、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまたミッテンに戻って、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。次は編成スキルを鍛えたいのでソリチュードに移動して、門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりに上昇が速くて表記が追いつかないので、ある程度打ち込んだらスキルツリーを開いてスキルレベルを確認します。レベルは上げてしまって構わないのでステータスの上昇は全て体力に振り分けます。こまめにスキルレベルを確認しながら豆苗を打ち込んで、スキルレベルが75まで上がったら、すぐにファストトラベルでその場を離脱します。
これで余計にレベルアップしてしまうのを防げます。それでは血虫の兜をかぶってからパークを取得します。まず最初に回復パークの聖職者を取得してから、瞑想のランク2、編成パークの魔法耐性ランク3、編成術の熟練者、安定性を取得します。今回のビルドではプレイヤー自身の強さは収容ではないので、スキル稼ぎはこれで終了となります。ダンジョン攻略に入る前に戦闘なしでできる強化を済ませます。大守護石から入りなるタコを西に泳いで、宿女の石碑に着いたら、血虫の兜をかぶった状態でセットします。本来の効果は体力とスタミナの回復速度プラス 25% ですが、これは聖職者と血虫の兜で強化可能です。吸血鬼は日中の自動回復が止まってしまいますが、これをセットすれば、やっぱり止まったままです。なぜかというと吸血鬼の回復速度低下も聖職者と血虫の兜で強化されてしまうので、宿女の石碑をセットしても結局回復速度がマイナスのままだからです。ではどうするかというと、血虫の兜を脱いでから適当に誰かの血を吸います。すると、スタミナが回復するようになりました。吸血鬼の回復速度低下は段階が変わるごとに再計算されるので、血を吸うことで血虫の兜による強化分がなくなったわけです。マジカ回復速度も瞑想による増加分でプラスになっているので、これで日中でも体力、スタミナ、マジカがゆっくりとですが回復するようになりました。段階が変化する瞬間に血虫の兜をかぶってるとまた自動回復が止まってしまうので、今後は必要な時以外は血虫の兜をかぶらないように気をつけます。次は移動手段が欲しいので、アルケイナウムでカウンターの上のメモを読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東で一角獣を捕まえるクエストで、しばらく乗り続けていれば自分の馬として飼いならせます。その後はマーラ聖堂でディンヤバリュに話しかけて、愛の書のクエストを開始します。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、必ず血虫の兜をかぶった状態で報告します。これでマーラの使徒のボーナスを得られます。魔法耐性 15% の効果ですが、これは聖職者と血虫の兜で強化可能です。編成パークの魔法耐性も聖職者と血虫の兜で強化してるので、これで現在の魔法耐性は 70% まで上がりました。ボーナスを得たら血虫の兜は外しておきます。今回のビルドではスパイダーをメインで使っていくのですが、それだけでは対応できない戦闘もあるので、補助的な戦力として吸血鬼の王を使っていくことにします。スカイリムでは吸血鬼とクモが一緒にいることがしばしばあるので、イメージにも合ってると思います。というわけでリフテンから東に伸びる街道を進んで、デイスプリング峡谷に入ります。ローンガード砦でイスランたちの話を聞いて、目覚めのクエストが開始したら、イバルステッドに移動して、彫刻石板を読みながら7000階段を登っていきます。見逃さないように気をつけながら全ての石板を読むと、空の声というバフが追加されます。これは24時間動物から攻撃されなくなるという効果なのですが、なぜか吸血鬼からも攻撃されなくなるというおまけがついてきます。このバフを得たらドーンスターから北に進んで、ディムホロウ墓地へ向かいます。ここは本来デスハウンドや吸血鬼が多数出現する危険なダンジョンなのですが、どちらも空の声で敵対しなくなるので安全に通り抜けられます。ただしセラーナが封印されてるエリアの吸血鬼の銃とは空の声があっても敵対するので、皇帝の声で鎮静化して、効果が切れる前に急いで仕掛けを解きます。セラーナを解放したら、鎮静化が切れる頃なので一旦避難します。セラーナと吸血鬼は敵対してしまうので戦闘が終わるまで会話を始められないのですが、吸収能力のせいでどれだけ待っても戦闘が終わることはありません。というわけで24時間待機して、再び皇帝の声を発動して戦闘を終わらせます。この隙に急いでセラーナとの会話を進めて、血筋のクエストが開始したら、全ての敵を無視して出口まで駆け抜けます。会話を終わらせた後ならセラーナはちゃんとついてきてくれるので、ボルキハル城まで連れて行って、ハルコンから吸血鬼の王の能力をもらいます。城の中の獣人からは漏れなく血を吸い取って、墓場の力を取得してから、ボルキハル城のクエストを進めて、レッドウォーターの隠れ家に向かいます。余計な寄り道をしてなければまだ空の声が有効なはずなので、吸血鬼やデスハウンドとは敵対することなく一方的に攻撃できます。道中の雑魚をしっかり吸血で倒していけば、ボス戦までにはガーゴイル召喚を取得できます。
ボス前の広間では机の上の器の中にアメジストとエメラルドが入ってるので、これらはスパイダー作成の材料として回収しておきます。ボスにはさすがに空の声が聞かないので、ガーゴイルをおとりにして遠距離から攻撃します。難易度レジェンダリーではただでさえ召喚が強力なのですが、ガーゴイルには吸収能力まであるので盾としてかなり優秀です。というわけで吸血鬼の血を回収したら、事前にセーブしてからガラウマレ氏に報告します。これでボルキハル城のメンバーから様々な依頼を受けられるようになったのですが、どの依頼が発生するかはランダムなので、フェランサトリから指輪かアミュレットの回収を依頼されるまでロードを繰り返します。ただし今はクエストを発生させるだけにして、回収するのはもっと戦力が整ってからにします。それではいよいよスパイダーの作成に取り掛かります。ウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、酒場で塩を最低でも一つ用意してから、レイブンロックからひたすら北に進んで、ホワイトリッジの墓場へ向かいます。ここでは特殊なスパイダーや山賊が出現しますが、ガーゴイルを召喚すれば倒しながら進んでいけます。ボスもガーゴイルをおとりにすれば簡単に倒せるので、死体を調べて、メリラーの檻の扉の鍵と、フレイムクロークスパイダーを回収します。ボス部屋の隣の雑魚も全滅させたら、檻の真下にある小部屋に入って、本棚のサファイアを回収します。先ほどの鍵を使って檻の中に入って、机の上の塩と、ナップサックから白スパイダーの卵嚢を回収すれば材料が全て揃います。それでは浸透室でスパイダーの作成に取り掛かります。アメジスト、エメラルド、サファイアを1つずつ、塩3つ、白スパイダーの卵嚢3つを投入します。あとは浸透スイッチを作動させれば、ポイズンクロークスパイダー、フロストクロークスパイダー、ショッククロークスパイダーを作成できます。これでメリラーから回収した分と合わせて全ての属性のクロークスパイダーが揃いました。クロークスパイダーは同時に6体まで出せるので、耐性持ちが少ない炎と雷撃のクロークスパイダーを3体ずつ出すのが最適だとは思いますが、同時に6体も出すと移動がしづらくなりますし、何より面白みに欠けるので、今回は各属性1体ずつ計4体を呼び出して使うことにします。毒と霊気は効かない敵が多いのでダンジョンによっては機能しなくなってしまいますが、お供が4体いるというだけで十分強いので、これぐらいの遊び心があった方が面白いと思います。ただし今呼び出してもすぐ死んでしまうので、その前に彼らを強化する手段を取りに行きます。というわけでレイブンロックから東に進んで、テルミスリンへ向かいます。中でネロスの話を聞いてから外に出ると、タルバスからアッシュガーディアンの討伐を依頼されます。ガーゴイルをおとりにすれば問題なく倒せるので、タルバスに報告して、肺の穴の呪文書を購入します。消費間近が多いので素の状態では唱えられませんが、血虫の兜をかぶってから、素人のフードをかぶれば、ギリギリですがマジカが足りるようになります。準備が整ったのでクロークスパイダーを各種1体ずつ呼び出して、肺の穴を設置して、適当な魔法を当てて罠を発動します。これでスパイダーたちは一定時間行動不能かつ無敵状態になりました。この状態で外に出て、セーブ&ロードしてから中に戻ると、肺の罠の効果は切れていますが、無敵状態は継続しています。これはスティッキースクリプトと呼ばれるテクニックで、エリアを切り替えてからセーブ&ロードすることで一部の効果を NPC に対して永続化させられます。この状態になれば死ぬことはありませんし、召喚魔法と違って衛兵に逮捕されても消えることはありません。NPC を置き去りにすることに定評があるブロークンオール洞窟に入っても、何度かファストトラベルしたら出てきたので、どこかに置き去りにする心配もないと思います。もし消したくなったら新しくスパイダーを呼び出せば6体を超えた分から消えていきますが、逆に言うとそれ以外の方法で消すことはできません。これなら補充の必要がないので材料不足も問題にならないというわけです。スパイダー関連の強化は終わったので吸血鬼の王の装備集めを再開します。無敵のクロークスパイダーは確かに強力なのですが、移動が遅かったり地形に引っかかったりして必ずしも戦闘に参加してくれるとは限らないので、スパイダー以外の戦闘能力も重要になります。というわけで指定されたダンジョンを攻略して、白額の指輪を入手します。これでマジカの最大値と回復速度が大幅に上昇するので魔法が使いやすくなります。もう一つの指輪も回収したら、ここでもセーブしてから報告して、アミュレットの回収を依頼されるまでロードを繰り返します。指定されたダンジョンを攻略して、
コウモリのアミュレットを入手します。これを装備するとコウモリ発動時に周囲を点灯させて体力を吸収できるようになります。本当はガーゴイルのアミュレットを装備するつもりだったのですが、追加で出現したガーゴイルがなぜかスパイダーと敵対してしまうのでボツとなりました。ただ今回のビルドはプレイヤーが狙われないことが重要なので、点灯させつつ距離を取れるコウモリのアミュレットもこれはこれで相性が良かったです。戦力的にはこれで完成したのですが、せっかく吸血鬼でプレイするなら見た目も吸血鬼っぽくしたいので、吸血鬼の服シリーズで統一しようと思います。吸血鬼のローブは敵として出てくる吸血鬼がよく着てるので簡単に手に入りますが、それ以外の服はドーンガードルートで戦う吸血鬼しか着てないので、ボルキハルルートでは入手不可能でした。しかし AE ではルートに関係なくこれらの服を入手する方法が追加されたので、多少面倒ですがこれからその服を取りに行きます。まずはドーンスターから南東に進んで、ブラッドチル洞窟へ向かいます。中に入るとディナーのゲストのクエストが開始され、クリアすればブラッドチル邸を自宅として使えるようになります。あとはもらった鍵で寝室に入って、ベッドの下の棚を調べれば、吸血鬼のフードと、吸血鬼のブーツが手に入ります。これで手袋以外の吸血鬼の服が揃いました。吸血鬼の手袋を入手するにはリフテン空まで移動して、釣りクエストを開始する必要があります。リリアから受けられるクエストをいくつかこなせば、そのうち牙のある恐怖のクエストが開始されます。クエストを進めるとファングタズクという巨大なホーカーと戦闘になるので、倒して死体を調べれば、吸血鬼の手袋が手に入ります。このように AE であればボルキハルルートでも全ての吸血鬼の服を揃えることができます。これで不快の雲使いの基礎は完成です。現時点でも十分強いですが、クロークスパイダーのダメージはプレイヤーのレベルに応じて強くなっていきます。レベル50で最大値である毎秒50ダメージに到達するので、最強のスパイダー軍団を作りたい方は頑張ってレベル50まで上げてみてください。今回作成したスパイダーには基本的に誰も干渉できないのですが、例外となるのがサイジック界です。彼らの時間停止を食らってしまうと、時間が動き出した後にスパイダーの無敵が解除されてしまいます。こればっかりはどうしようもないので、大学クエストを進める際は時間停止を食らうたびに灰の罠をかけ直す必要があります。というわけで不快の雲使いの作り方の紹介でした。無敵のクロークスパイダーは間違いなくバランスブレイカーではあるのですが、自分よりはるかに強いスパイダーを引き連れて戦うのは優秀な雲使い感があって楽しいので、ぜひあなたも不快の雲使いを作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。